生態調和農学機構の高田と申します。主に桃の研究についてやってきましたが、今回ご縁があって、放射線の試験させていただきましたので、少し報告させていただきます。で、はじめにですが、果樹の放射性物質を解析するにあたって、取り巻いている状況というものが、あります。で、稲等と比べますと、果樹は永年性、何年も生きていくという、いわゆる樹木の中の一つです。ですので、単年性の稲と、他の野菜もそうですが、そういったものと比べて、独特の環境に置かれています。まず蓄積物が、越年するんじゃないかということが、あります。その中には木のどこに蓄積するのか、あるいは根から吸うのか吸わないかとか、果実や葉っぱによって持ち出しがどれぐらいあるのかといったものがあります。また、永年性ですので木がとても、巨大になりますので、単純に解析しづらい、あるいは木のサイズが違えばどう違うのかですね。木の年齢もそうですし、単純な木の大きさですね。そういったものもどう影響するか分かっていません。また永年性と少し、変わりますが、果樹園の、表面の植層ですね。いわゆる、植生、表層植生というものが存在しています。いわゆる雑草というものですね。そういったものがありますので、土の中に、硬化したセシウムが入っていく様相が他とはちょっと異なる可能性もあります。で、また基本的には、毎年耕したりしません。冬の間には進行という作業をして、一部耕すこともありますが、基本的には、不耕期の状態であることが多いです。で、また収穫まで年月が、桃栗3年とか言われますように、時間がすごくかかりますので、例えば今ある、園地の、果樹をすべて抜いて植え直しても、そこに果たして移行するかしないのかといったことがわからないということがありますので、今植えても数年結果が出るまで待たないといけないということがあります。で、他にも、永年性というものとは関係ないですが、果樹、基本的には生産物を、例えば大根のように、洗浄して輸送するわけではありませんので、そういった状況も、検討の上、流通関係に関しても試験しないといけないのではと考えています。以上のような、取り巻く状況を踏まえまして、西東京市、当機構がある場所ですが、福島県の園地において果樹の調査をいたしました。で、その結果、基本的にはほとんど、線量でありますとか濃度といったものは結構かなり違うんですが、傾向ですね、おおよその傾向についてはほとんど変わりませんので、今日の発表が東京都内ということもありますので、東京都のデータについて説明させていただきます。で、一つだけ先に注釈させていただきますと、果実の濃度に関しましては、木の他の部位ですね、福島の方が高いんですが、果実に関しては比較的福島の園地で調べても、極めて高くないということですので、そういったところは若干違うんですが、基本的にはおおよその傾向変わらないという、理解をいただければと思います。で、まず、事故頃の状態です。で、写真ちょっと日にちがバラバラなんですが、梅、桃、ぶどう、柿について試験させていただきました。で、まず桃ですが、このようにちょっとつぼみが少し膨らみ始めるかなというような時期です。で、ぶどうと柿に関してはほとんど胞がしてません。さらに花ですね。最終的には果実になる花は胞が前のこのつぼみの中にありますので、完全に、ほとんど存在していないといいますか、ほとんど存在してないです。梅に関しましては開花が終わって、若干気の早い果実で少し脂肪が膨らむかどうか、果実になる部分が脂肪ですが、そこがちょっと膨らむかどうかという状況です。この花の状態よりは少し進んでいます。次に収穫の段階ですが、梅は、当機構、梅酒用の梅を生産してますので、5月頃に収穫しました。で、桃に関しましては6、8月、ぶどうが8から9月、柿に関しては10月に、収穫しています。弥生にも時々持ってきて販売しますので、もし機会がありましたら購入いただければと思います。で、結果です。セシウムの134と137を足した値について、説明させていただきます。
まず、ちょっと埋め飛ばしまして、桃ぶどうかきですが、こちらのフレッシュウェイトあたり、新鮮重ですね。ですと、大体10から、12から4ぐらいとかなり低いという値です。この数値に関しましては、東京都で公表しています検出限界値ですね。そういったものとの齟齬のない数値であると思いますが、検出限界値のものですけれども、時間等をかければ、検出はできると。で、ただし検出できてもかなり数値は低いということです。で、梅に関しては37と若干他の品種と比べますと高いんですが、もしかすると、その、梅の花ですね、果実の状態が他の品種と、他の樹種と比べますと、若干実になりかかっているかという状態ですので、直接、硬化したものが、もしかすると果実の表面等から吸収されている可能性もあるかもしれません。で、隣に、乾物重あたりというものを示させていただきましたが、乾燥させたものの濃度ですね。水分、果実ですから多数、たくさん水分を含んでいます。で、それらのものを乾燥させたものがこの値です。桃ですと大体6倍、6、7倍ぐらいですね、の濃度に濃縮されますが、数字がちょっと高くなりますが、この点ちょっとご留意いただいて、これ以降のスライド、基本的には乾燥重で、説明させていただきます。で、後々出てきますが、枝とかですね、葉っぱとか根っことかの分析結果を説明するにあたって、やはり乾燥させないとちょっと洗ったりする作業がありますから、ちょっと数字が確定できませんので、乾燥重あたりで比較しますので、一般によく広く、出ています、新鮮重あたりのあたりよりは、高い値で説明しますので、その点ちょっとご注意いただければと思います。でまず桃に関してですが、すいません、今日は主にといいますか、ほとんど桃に関して、これ以降説明させていただきます。で部位別ですね、皮、一般的に食べる果肉、基本食べない核と種子ですね。そういったものについて分けて測定してあります。で、他の樹種や品種でもそうなんですが、基本的には果皮に高くて、果肉がその次、種や核といったものはちょっと低いということになっています。で品種によってもかなり数値は変わるんですが、基本的には、桃ぶどう柿、同じような、傾向です。ただこれがその果肉が66で果皮が94なんですが、1.5 倍と考えるか30ベクレル高いと考えるのが悩ましいところではあるんですが、基本的には果皮で高いということだけご記憶いただければと思います。で次に、桃の木ですね。木について、全部掘り起こして解体して調査しました。で写真はちょっと、今回解体した写真とは違うんですが、ちょっと参考のために、こういうふうな調査をしているんですという写真を示しています。実際解体した木はこれよりもっと大きい木です。で、まず果実を収穫します。で、木の上にある葉っぱを全部むしり取ります。で、これが葉っぱむしった状態ですが、ここから新梢と言われる、今年の4月以降ですね。4月以降に新しく出た枝を取り除きますと、この状態になります。で、この状態がその冬の状態ですね。3月の11日あるいは15日でも構いませんが、そういう時期の状態だと思ってください。で、この状態に残ったのが臼歯と主幹という部位です。でこの枝を全部集めまして、唾液でありますとか細い根といった根を採取します。でそういった過程で、木の解体して、それぞれに関して、セシウムの含量を測定しました。でまず、塩地ですね。今回供した塩地の、土壌とか表層植生ですね、の濃度をまず示させていただきます。表層植生360ベクレルぐらいで、ドライウェイトですので、かなりちょっと高く、比較的高くなっていますが、これ、乾物重あたりですので、面積あたりどれぐらいあるとかいう意味ではないのだけ、ご注意ください。面積あたりですね、例えば1メーター ×1 メーターですと、これの4分の1から8分の1ぐらいの値になると思います。ベクレルとしてです。で土ですが、一般的に言われているように、浅いところで高くて深いところで低いんですが、当園地の桃園、何回か測定したんですが、結構同じような傾向で、比較的深いところでもそこそこあるという、ちょっと
一般的ではない傾向でしたので、ちょっとこの点は少し一般的な他の園地とは少し違ったんですが、基本的には浅いところで高くて、深いところで低いと考えていただければと思います。で、次に先ほどの部位別に解体したものを8箇所に分けて説明させていただきます。で、まず果実、葉と新梢という実行時にはない期間ですね。もちろんつぼみの段階で存在はしていますが、基本的にはほとんど伸びてないような組織です。で、果実と葉が大体同じ程度の量入ってまして、新梢、枝ですね。新しく出た枝に関しては葉っぱよりも低いという結果でした。で、次に自己時にあった期間ですね。球枝や主幹といったところで、特に球枝ですね。枝になりますが、茶色くもうすでに、樹木化している枝ですね。といったところで、他の部位と比べてもかなり高いという値になっています。で、主幹に関しましては、果実とかと比べると、ほぼ同じぐらいです。で、こちらが下が、いわゆる根っこと言われる部分ですが、細根の一部、細い根ですね。細い根の一部に関しては自己時にはなくて、桃ですので4月から6月ぐらいに新しく根が出るんですが、そういった根も一部混ざっていますが、基本的にはほぼ実行時になかった期間ですね。で、土に直接触れている期間なんですが、唾液や根ですね、太い根では検出できませんでした。で、一方、細根では40という値で、主幹とほぼ同じぐらいの値を示しています。ただ、福島県で調査したときに、土の濃度も、球枝の濃度ももっと高い値をもちろん示したんですが、細根のは検出できないという結果が、福島県の結果が出てますので、その点に関しては、もうちょっと詳細に検討しないといけないと思っています。基本的には根で低いと思っていただければと思います。で、次に樹体の重量です。先ほど木を解体したということを、説明させていただきましたが、まず、木の重さですね。大体、乾燥した重さで70キロぐらいありますが、果実と葉がそれぞれ、大体1割程度あります。で、枝と言われる地上部と、根っこの部分ですね。が大体4割、4割ぐらいあったような木でしたという、まず前提条件ですけども、樹体の重量、あるいは比率がこういう状態です。で、次に先ほど、部位別の濃度を示させていただきましたが、樹体の重量にその濃度をかけますと、濃度というのも正確ではないかもしれないんですが、部位ごとの顔料というのが出てきます。これもちょっと正確な表現ではないかもしれませんが、ちょっとこの場では、この表現使わせていただきますが、部位ごとの顔料というものが出てきます。で、それの百分率をしたものですけども、果実や葉といった器官では、樹体の重量に応じて、同じような量入っているのに対しまして、根ですね。根では先ほど値が低いと言いましたが、かなり比率が下がるということになっています。一方で、枝とか主幹、といった部位に関しては、特に枝の濃度が高かったですので、部位ごとの顔料という意味ではベクレルという値で、相当量、木の中で存在していることになります。また果実や葉といったものは基本的に、落葉果樹ですので、収穫しようがしようまいが、秋には全て落ちますので、夏の時点の測定なんですが、基本的には2割程度、木から持ち出されてなくなっていくということになると思います。あとは枝に関しては剪定等の作業もありますし、根に関しましても腰や脱落等もありますが、その辺はちょっと分かりづらいですが、基本的には2割強が、1本の木というものの中からなくなっていくと考えていただければと思います。次に枝と主幹に関しましてさらに詳細に分解して、調査をさせていただきました。で、茶色いいわゆる外気に触れている表皮という部分ですね。年数のいった木ですとこの外に外樹皮という、完全に死んでしまった組織があるんですが、比較的若い枝ですと、表皮という組織があります。で、これ自体も表皮なのかもしれませんが、当年形成中の表皮の直下の部位
で、その下の非層ですね、縦に裂けるんですが、非層と言われる部位。で、その下の、二次支部と形成層ですね。こちらは非常に分けづらいので、2つまとめて1つの部位とさせていただいています。で、大体1ミリから2ミリぐらいのところが樹皮、これを4つに分けました。で、中の材、いわゆる木材と言われる部分ですが、まず芯材ですね。中の、年輪の中の方ですので、古いものだと考えていただければいいんですが、今日の発表では芯材ということで、導管が閉塞して水分の、通りがすごく悪くなった、体を支えている組織だとお考えください。芯材と、それに対しますと、比較的通水性のある片材という部分ですね。あと、年輪で言いますと新しい部分です。に、分けて、放射線の、セシウムの含量を測定しました。で、まず、乾物重あたりの、濃度です。見ていただいたら分かる通り、桁が1桁違うのが表皮という部分でして、およそ 0.1 ミリぐらいの厚さの部分もほとんど、樹皮の中でも、極在しているということが分かっていただけると思います。で、表皮、直下皮層、支部と行くに従って木の中に入るんですが、皮層の1枚剥いだその下の組織や、皮層ですね、直下や皮層といったもののところでは、50分の1ぐらいとかなり低い値です。で、一方、支部、こちらは光合成産物を葉っぱから運ぶ部位ですね。で、あるいは片材の、比較的通水性のあるというところは、根から養分を吸う部位であります。こういった水分等がよく、通る部位では若干、通りにくい部位と比べますと高い。これが3倍高いというのか30ベクレル高いというのはちょっと分かりかねますが、高いという、少し高いという傾向を示します。で、水分の、ほとんど通ってない芯材という部分では8月の時点では、検出できませんでした。で、このデータから、表皮に直接、降り落ちたものが、表皮に吸着したんだとは思うんですが、ここから木の中に入って果実や葉っぱに行っているかというのはちょっとわからないというのが正確なところですけども、この直下や皮層という部位で低いということは普通に考えると、何らかの濃度勾配があってもいいと思うんですが、一旦ここで低くなるということがありますので、表皮から、行っているものも中の方へ行っているセシウムもあるかとは思いますが、比較的とどまったままなんじゃないかというふうに考えています。で、先ほどの、濃度に部位別の重量をかけたものと同じですけども、表皮、直下、皮層、支部といったところは、この数値と同じぐらいですね。それぞれが 0.1 ミリから 0.2 ミリぐらいのものですから、重量の比率も変わりませんので、表皮で高くて直下、皮層で少なくて支部でちょっと上がるという結果です。で、それに対しまして、片材とか芯材ですね。芯材は検出限界以下でしたので、ちょっと数値になりませんでしたが、片材に関しましては、濃度は、支部と同じ、ちょっと低いぐらいなんですが、材という木材の部分ですね。重量がかなりありますので、掛け算で表すと、こういうふうに、表皮よりも、濃度のかなり高かった表皮よりも、在中にもうすでに存在しているという数値になってしまいます。で、この表皮と、片材という部分に関しまして、今後注目していかないといけないんじゃないかと考えています。で、以上が、田無での、西東京市での結果だったんですが、ちょっと一部簡単に、現在やっていることと福島県の、園地等で調査していることを、少し簡単に説明させていただきます。これ先ほどからもよく出ていますイメージングプレートというものですが、桃の3年子のものです。こういうふうに、こちらが、下側が木の外側で、左上ですね、右下が木の外、左上が木の中の方の部位になります。こういうふうに外からいきますが、この黒い像ですね、これもちろん、洗浄しているサンプルですので、木の上にふよふよ残っているものとかは全部除去した後の、イメージングプレートです。で、木の上、樹皮ですね、木の表面の、樹皮にのみ、高い値の、影が映るという結果です。また、まんべんなく映っているのではなく、比較的ポツポツと出ている
います。で、こちら、大きくした方ですが、ここに、マーカーがあるんですが、ちょっと中途半端な数字で申し訳ないんですけども、250分の200ベクレルを、スポットあたり検出できた部位というのを、黒く強調しています。ここで見ていただいたのとほとんど一緒なんですが、樹皮の最外層ですね、一番外の1枚、1ミリ、0.1ミリないような部位に極材して、それ以外は、全然検出できませんでした。で、これ、検出できないからゼロという意味ではないんですが、この辺にももちろん入っているとは思うんですが、この手法ですと、高濃度で、分解できるこの部位ですね。で、先ほどから、カリウム40の件が出てますが、カリウム40をコンタミしないような、時間だけ、イメージプレートにかけてますので、そういうふうにしますと、最外層のみでしか検出できないという結果です。で、次にこちらも簡単にですが、皆さん興味があることかもしれませんが、土を経由して地上部に移行するのかどうかというのを、ちょっと検証しました。で、何点か、機会がありましたらまた、紹介したいと思うんですが、まずちょっと簡単に一つだけ。事故前の2月に、こういうふうに土壌の上をですね、簡単に被覆したような、試験を別途してまして、その試験の結果がちょっとありましたので、これに関して、収穫まで栽培して、ベクレル量を測定しています。で、対象の方はこういうコンテナですね、鉢植え栽培をしているんですが、むき出しの状態で、それに対して、被覆しています。で、西東京市の試験ですので、濃度はかなり低いんですが、土の濃度が163ですね。何もしなければ、このコンテナの中 1kg 感度中に163ぐらい。で、被覆しますと、これ、比較的、ルーズな被覆といいますか、完全に被覆すると、根が過失で死んじゃいますので、ちょっとルーズな被覆をしてますので、若干、鉢の中にも入ってきてますが、26.9。ということで、6分の1ぐらいになりました。もしくは130ベクレルぐらい少ないですという、土壌の環境です。で、それに対しまして果実ですね。収穫した果実の濃度を測っても、ほとんど差がないというか、差がないという結果になってますので、この結果と他にも、一致としてますが、何点か別角度から検証したものがあるんですが、そういうことを考えますと、今年、本年度ですね、2011年度に限っては、果樹に関しては土から移行しているものよりも直接降ったものの起用率がかなり高いんじゃないかというふうに想像しています。もちろん土から、根を経由して吸わないというわけではないんですが、そういったものは、自己当年では顕在化はあまりしていないという状況じゃないかと考えています。以上のまとめで、樹皮で高いと。で、もう一つ、濃度は低いんですが、材という部分でも、総量として見れば、存在してますということですね。で、自己当年に関してはちょっとだけ説明させていただきましたが、土壌から根を通じた地上部の移行があまりないという、こういうような結果でしたので、今年ですね、どういう試験をしようかということで、樹体案のセシウムですね、2011年度に吸着して中に入った、木の中に入ったものが2012年度どのように動くかですね、果実に行くのか行かないかといったところが一番興味があるところだと思いますが、こういう試験をしようと考えています。で、完全に、いわゆる二次汚染というものですね。土から吸うとかも全部含めてですが、そういったものがあるのかないのか、で、あるいは、先ほども言いましたが、2011年度に木の中に入ったセシウムが、どこに移行するのか、もしくは全然動かないかといったものを検証しようと考えています。で、具体的には、非汚染の木ですね。これを福島県の果樹研究所に運びまして、栽培試験をすることで、次の年、単純に2012年度の汚染の状況がどのようになるかというのが分かると思います。で、あるいは、福島県の苗を、非汚染の、隔離温室と言われるものですが、そこの中で育てることで、単純に2011年度に蓄積したセシウムが次の年どこに動くかというのが解析できるかと思います。で、加温条件で現在栽培していますので、うまくいけば、今年の品種にもよるんですけども、5月の中旬ぐらいに収穫できるかと思いますので、うまくいけば早く結果が出るんじゃないかとは思いますので、何か現地の
指針に役立てればと思っています。でこれは先週の段階でもう花が咲いて、この次の日に満開です。で、これも花を落としてますので、花の数はかなり少ないですが、実際これの3、4倍花がついてます。で、これがおとついですけども、もう葉っぱがだいぶ出てきて、こちらにちっちゃい葉花が出てますので、比較的うまく試験ができるんじゃないかというふうに考えて、今年度こういう試験をしようと考えています。以上です。ありがとうございました。